みんな、ずんだもんなのだ。今日も元気いっぱいに世界の面白いニュースをお届けするのだ。今日ずんだもんが紹介するのは、アフリカ大陸の南の端っこにある国、南アフリカなのだ。実はね、みんな知ってた？南アフリカには、なんと、首都が3つもあるのだ。行政はプレトリア、立法はケープタウン、法はブルームフォンテーンって役割ごとに分かれてる。世界でもとっても珍しい国らしいのだよ。不思議なのだ。そんな南アフリカから今日は3つのとっておきニュースをみんなに届けるのだ。中でも特に注目なのが1つ目のニュースなのだ。イトアウトウルワースレストランアワードという南アフリカの料理界がすっごく盛り上がっている話題なのだ。公平な新しい審査方法でレストランオブサイヤーヤシェフオブサイヤーが選ばれたのだよ。どんなお店がどんな賞をもらったのか、ずんだもんもワクワクするのだ。世界レベルの美食に注目なのだ。この動画が面白いって思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくなのだ。さあ、南アフリカの魅力あふれるニュースを一緒に見ていくのだ。アフリカ大陸の最南端に位置する南アフリカ共和国は、豊かな自然と多様な文化が息づく国なのだ。行政首都プレトリア、立法首都ケープタウン、法首都ブルームフォンテインと3つの首都を持つ珍しい国なのだよ。かつてはアパルトヘイトという人種隔離政策があったけれど、1994年には撤廃され、ネルソン・マンデラ初代大統領のもと、多民族が共存する民主主義国家として生まれ変わったのだ。人口はおよそ6000万人で、様々な民族が共に暮らしていることから、虹の国とも呼ばれているのだ。主要産業は、金やプラチナ、ダイヤモンドなどの鉱業が盛んで、アフリカ最大の経済大国なのだよ。近年はワインや果物の農業も注目されているのだ。サファリやテーブルマウンテンのような雄大な自然も魅力で、観光業も重要なのだ。経済格差の是正や若者の雇用創出は依然として課題だけど、再生可能エネルギーへの取り組みなど、未来に向けた発展も期待されている、魅力あふれる国なのだ。一つ目のニュースなのだ。イトアウトウルワースレストランアワードという記事なのだ。南アフリカの料理界が盛り上がっているのだ。2025年のイートアウトウルワースズレストラントアワーズが3月31日にケープタウンで盛大に開催されたのだ。今年は新しい審査方法が導入されて、もっと公平で透明になったのだよ。8ヶ月もの間、匿名の審査員さんたちが何度もお店を訪れて、料理の味やサービス、雰囲気まで全部厳しく評価したのだ。1つ星から3つ星までの評価があって、3つ星は90点以上という、とっても難しい基準をクリアしたお店だけが選ばれるのだ。星をもらうのは本当にすごいことなのだよ。今年のレストラン、オブ、サ、イヤーは、ケープタウンのサルシファイアットザラウンドハウスだったのだ。歴史と地元食材を大切にしたとっても素敵なレストランなのだ。シェフオブサイヤーにはサリビングルームアットサマーヒルゲストエステイトのヨハネス・リヒターさんが輝いたのだ。地元の食材への深い愛情と革新的なアイデアが評価されたのだよ。そのサリビングルームアットサマーヒルゲストエステイトは環境への配慮も素晴らしいグリーンスターアワードも受賞したのだ。地元から 100km 圏内の農家さんと協力したり、太陽光発電を使ったりして持続可能な取り組みをたくさんしているのだ。食の未来を考えているのだね。さらにこれからの活躍が期待される若手シェフに贈られるライジングスターアワードはサテストキッチンフレッチリングズのエグゼクティブシェフネイサン・クラークさんが受賞したのだ。彼の情熱と努力が認められたのだよ。南アフリカのレストラン業界は才能と情熱にあふれていて、
まさに世界レベルなのだ。これからもどんな美味しい料理が生まれるのか、とっても楽しみなのだ。2つ目のニュースなのだ。編集に関するご意見、苦情という記事なのだ。みんな、ニュース24の記事について何か意見や苦情、提案があるときはどうしたらいいか知ってるかなのだ。実は、ベテランジャーナリストで大学教授のジョージ・クラーセンさんが公共編集者としてみんなの声をしっかり聞いてくれるのだ。彼は国際的なニュースオンブズマン組織の理事も務めている、とっても頼りになる人なのだよ。コンテンツに関する意見や質問は、ジョージ・クラーセン@media24.com にメールするか、021-851-3232に電話すればよいのだ。具体的な例を添えると、もっと伝わりやすいから試してみてほしいのだ。もしウェブサイトの技術的な問題や購読のことで困ったら、sabs@news24.com に連絡するのだ。それから、記事へのコメントに関する問い合わせは、コメンツ@news24.com で受け付けているのだよ。みんなのフィードバックが、ニュース24をさらに良くしていく大事な力になるのだ。どんどん声を届けてほしいのだ。3つ目のニュースなのだ。ANC が B を手放さないのは、既得権益層が不正な金を受け取り続けているからだ。DA のバーク氏という記事なのだ。DA のバーク議員が南アフリカの ANC 政権が B 黒人経済エンパワーメントという制度に固執しているのは、一部の声太った猫こと既得権益者が不正な見返りを続けているからだと厳しく批判したのだ。議会では DA が南アフリカの調達法を改革し、新種に基づくエンパワーメント措置をなくすための法案を提出して議論をリードしているのだ。B はかつて人種差別政策の不平等を是正するために導入されたけれど、今では特定の層に利益が集中し、腐敗の原因になっていると DA は問題提起しているのだ。公平で透明な社会を目指して重要な議論が続けられているのだ。南アフリカは豊かな自然と多様な文化が息づく虹の国なのだ。美味しい料理も盛り上がっているし、未来に向けた挑戦もしているのだね。経済盛況な一方で課題もあるけれど、みんなで力を合わせればもっと素敵な国になるはずなのだ。これからも応援するのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。